男なんてね、他人なんて立てておけばいいの。うまくあしらって操縦するのが賢い女なのよ。美里もよく覚えておきなさい。遅いだろう。さっさと用意せんか。いや、いつもすいませんね、奥さん。いいえ、何のお構いもしませんで。どうぞごゆっくりしてらしてくださいね。子供の頃から聞かされた母の口癖。人前でニコニコと愛想のいい。いやー、奥さんはよくできた人だよ。本当にうちの女房にも見習わせたいよな。いいえ、そんなこと。誰もが褒めそやす母の中には黒くて嫌なものがドロドロしてる気がした。まあ、美里ちゃん、もう中学生？すっかりいいお姉さんね。おはようございます。いいえ、女の子のくせに全然気が利かなくて、これでちゃんとお嫁に行けるか心配で。いつか母のような大人になるのがあの頃憂鬱でたまらなかった。大丈夫よ。奥さんそっくりだもの。きっといいお母さんになれるわよ。嫌だわ、そんな私なんて。奥さんの方こそ。お見合いって私が？なんでって、美里、あなたもう30になるのよ。このままじゃ生き遅れになるでしょ。こっちじゃ同級生の子たちはほとんど結婚して子供もいるのよ。お父さんも心配してるんだから。それともあなた、誰かお付き合いしてる人でもいるの？特にいないわよ。いないけど。私別に結婚したいなんて思ってないの。仕事も順調で管理職にもなったし、このままずっと一人でもいいかって思ってるぐらいなのよね。ずっと一人？冗談じゃありませんよ。何言ってるのお前は。小島の家の一人娘なのよ。お前が子供を産まなかったら家はどうなるの？どうなるのって。耐えるんなら耐えたっていいじゃない。血筋がどうのなんて言うほどの家じゃないんだし。第一、今時家のこと持ち出したら、それこそ結婚相手なんて見つからないわよ。家のことだけじゃなく、お前の老後の面倒を見る人間も。それもご心配なく、自分一人養うための貯蓄と保険、年金もしっかり準備してありますので。お母さんの世代みたいにね、女が人に依存して生きてく時代は終わったの。たとえ結婚するにしても、私は自立して対等な関係を築ける相手とするわ。依存って家族が助け合うのは当たり前の。もう今忙しいの。これから出勤なんだから。来月そっちで同窓会あるし、帰った時話し合うわね。じゃあ。まったくうんざり。未だに女の幸せは結婚、子供を産んでこそ一人前の価値観なんだもの。とはいえまだまだ多いのよね、そういう連中。若い子には専業主婦願望多いらしいし。男だろうが女だろうが、自分の食いぶち稼いでこそ一人前だろうに。しまった。もう時間ない。下のコンビニで買ってこ。遅れる。私、小島美里29歳は、某洋菓子チェーン店の企画営業部に勤めて8年目の OL。去年一昨年と続けざまにヒット商品を生み出した功績を認められ、袋はいいです。ありがとうございました。この春めでたく係長職を任命されたばかりだ。前途は洋々、老後も悠々。そろそろ定期が一つ満期よね。思い切って株でもやるか。貯金したって知れてるし。結婚なんか目的にしなくても、今の私は十分自分に満足してる。そう、私はきっと幸せに生きていけるもの。おはようございます、係長。おはようございます。係長、この前提出した企画は？練り直してありきたりよ。係長、M 食品の方がお目にかかりたいと。待たせといて。でもこれもうちの両親を反面教師にしてきたおかげよね。あら、Y からメールが来てたんだ。美里へ、出張から今日帰る。7時にいつもの店で会おう。Y。そろそろこいつも潮時かな。男ってどんどん図に乗ってくるんだから。何よ、会おうって。人の都合もお構いなしに横柄な。とは言っても、両親は不仲というわけでなく、世間的にはごく普通の夫婦だ。
ありふれた亭主関白の父、良妻賢母と評判の母。夫婦としては誰が見てもうまくいってるように思うけど、子供の目から見るとうんざりする関係だった。涼子、おい涼子、何遍呼ばせるんだ。あら、ごめんなさい。洗濯してて聞こえなかったのよ。男というだけで威張り散らし、命令するだけの父。涼子、俺のメガネがないぞ。それとテレビのリモコン。はいはい、ちょっと待って。何様よね、まったく。偉そうに威張ったって、ろくに出世もできないくせに。一見おとなしく従ってるようで、笑顔の下で舌を出す母。お互いがお互いを見下してて、それでもまだ父は愚かな人間としか見えないが。おい涼子、トイレの紙持ってこい。涼子、いないのかって、しょうがないな。同性の目で見る母はもっと根深い。お母さんね、本当は好きな人がいたの。でも昔だからとても女の方から言い出すなんてできなくて、親の勧めるお見合いでお父さんなんかと結婚しちゃったのよ。なんでそんなことお父さんとの子供の私に聞かせる。そんなにお父さんが嫌なら別れればいいじゃない。何言ってるの、まだ中学生のお前を置いていけないわよ。じゃあ私ついてくから仕事見つけたら。友達のお母さんなんかスーパーのレジとかやってるよ。それは友稼ぎのパートでしょ。食べてくなんて無理無理。じゃあどっかの社員目指すとか。だからお母さんは結婚させられてから仕事もさせてもらえなかったの。手に職もない女がこの年からちゃんとした仕事に就けるわけがないじゃない。世の中にはそれでもしっかりやってる人はいっぱいいるっつーの。本当に女って損よね。男に生まれればよかったわ。やめやめ、もう話すのもアホらしい。女が損なのは今社会に出て実感することもあるけど、母の場合は単なる依存体質で自立心のかけらもない生としか思えない。とにかく母という人は全てにおいて受け身で人に依存してるくせに、他者をマイナスの目でしか見られない人間なのだ。嫌になるわね。お父さんの昇給たったこれだけ。田中さんなんてあの若さで高級取りなのよ。山田さんも家を新築するらしいし。それにしても美里、何よこの点。授業聞いてたら100点が当たり前。お母さんなんて昔は。本当にもう雨どい早く直してって頼んでるのに、お父さんと来たら男のくせに行動力がない人よね。幸せになりたければ自分で動く、働く。人に頼って生きようとする限り幸せどころか文句や愚痴の毎日だ。東京で就職？どうしてそんな勝手なことを。早く断れ。仕送りなんかできんぞ。私はマイナスの心なんて持たない。母とは違う人生を送るんだ。そんなものいらない。ちゃんとバイトでアパート代も貯めといたもの。これからは一人で自立してやってくわ。絶対人生に後悔なんてしない。まったく、美里と来たらすっかり親のことを聞かない勝手な子になって。だから東京行きをお父さんがもっと反対すればよかったのに。あれじゃ私たちの老後だって当てになるかどうか。今度帰った時にはしっかり言ってやってくださいね。俺がか？子供のしつけは母親の役目だろう。俺はお前たちが困らんようちゃんと働いているんだ。いらんことで煩わすな。それは分かってますけど。それに心配せんでも美里みたいなフル株の OL 会社もそのうち手放すさ。女の社会進出だなんだと言われとるが、大抵の会社は年のいった女社員なんて厄介で鬱陶しいだけに思っとる。管理職に就いたと言ってもたかが係長だ。男の社員みたいな出世は望めんだろう。そうですよね。お父さんですら部長止まりですものね。なんだその言い方は。俺を無能呼ばわりするのか。あら違いますよ。能力のある男のお父さんですら部長なんだから、女の美里に出世なんて無理だって意味で。まったく人の苦労も知らんと。女子供は気楽なもんだ。あ、お父さんお弁当。いらん。今日は取引先と昼食会だ。夜も遅くなる。人の苦労も知らないのはそっちの方よ。
威張り散らすばっかりで、私がいなきゃ身の回りのこと一つできないくせに、誰のおかげで暮らしが成り立ってると思ってるの？あの人、老後はボケてくれないかしらね。そしたらホームに入れてほったらかしにできるのに。今まで私の人生犠牲にしてきたんだから、老後くらいのんびり好きなように暮らしたいわよ。パンツ触んのも嫌。本当に私の人生って何だったのかしらね。それでは小島係長、何卒一つ良いお返事をよろしくお願いします。よく検討させていただきます。ほんと典型的なアホ親父。女だからって舐めた目で見てたくせに、名刺の肩書き見たらコロッと態度変えて。男ってほんと形式に弱いっつうか。その分扱いやすいけどね。係長、M 社の金田様よりお電話です。はい、変わりました。どうも先日は。今日ですか？さっき Y から誘いのメールが来てたわね。ちょうどいいわ。すっぽかして終わりにしよう。いえ、構いません。はい、じゃあ7時に。M 社の金田、取引先で知り合った男。スマートで見栄えもまあまあだし、ケチくさくもない。いや、急に申し訳ない。どうしても小島さんに紹介したい美味しい和食のスポットがあって。いいえ、楽しみだわ。遅いぞ美里、何してるんだ。まだ来られないのか？とりあえず8時まではここにいる。Y より。でもそんなのはみんな最初だけ。男って付き合い始めはいい顔するけど、どんどん横柄になって女を自分のもの扱いし始めるから腹が立つのよ。さよなら。男なんてね、立てておけばいいの。うまくあしらって操縦するのが賢い女なのよ。母のように割り切って下手に出れば簡単だけど、私は嫌だ。ずっと対等でいたいもの。それができないなら、男との付き合いは最初の美味しいとこだけで十分だわ。それじゃあまた誘わせてもらうよ。ごちそうさま。ガツンと何か食いたい。かっこばっかで全然美味しくなかったし、流行りの店って似たり寄ったりでもう飽きたわ。疲れるし。いらっしゃいませ。ここのコンビニ品揃えがいいから助かるのよね。お弁当もカロリー控えめで栄養バランスいいし。悩む。あれもこれも食べたい。でも寝る前。家庭に入って家事頑張ったって感謝もされないし、お金にもなんない。それよりは働いて稼いで家事労働分お金で買う方が効率的よね。もう全部買っちゃえ。我慢はストレスのもと。頑張ってるご褒美よね。毎度ありがとうございます。3211円のお返しです。ありがとうございました。毎度か。あのバイト男いつもいるしな。弁当とかインスタントものばっか買ってそんな風に言われるのはちょっと嫌な感じなんて思っちゃうのも、やっぱ昔からの女の子でしょのしつけのせいよね。根深い。女ってやだ。さすがに外から帰ってくると部屋のひどさが目にしみるわね。匂いもかなり。毎日夜中まで働いてても女がこうだと絶対蔑まれちゃうのよね。男なら汚かろうが毎日他弁でも何も言われないのに、反対にかわいそうとか言われて世話焼かれたり。共働きの夫婦でも家事はほとんど女らしいし、子育てまでやらされちゃたまったもんじゃないわ。女は召使いかっつーの。嫁さん欲しい。今の私ならきっと養えるね。なんて言っちゃ世間の男と同じだし、せめて家政婦さん欲しいな、週1くらいで。マジに考えてみるか。忙しいし家のことする暇ないもん。しょうがないわよ。なんでやねん。でもそのためにはやっぱ少しは片付けとかないとまずいか。堂々巡り。久しぶり。もう子供3人も？姑が最悪でさ。今度俺主任任されてよ。俺んとこの上司嫌なやつで最低。美里、あの会社に勤めてんだ。係長？すごいね。知ってる？あのお菓子美里が作ったの？で、結婚は？相手いるんでしょ？早くしなよ。
子供は体力あるうちに産んどかなきゃ。そうそう、それに産むとやっぱ自分は女だなって実感するよ。それともあれ、流行りの負け犬願望？やめときなって。女の幸せは子供産まなきゃ絶対わかんないってね。え、ここも同じか。帰った途端に母親にはうるさく言われるし、同年代の子たちでもこれだもんな。今度家買ったの、35年ローン。うちも去年。旦那にせいぜい頑張ってもらわなきゃね。ぽっくり行くなら保険金の高いうちに。言えてるなんだかみんな、うちの母親と父親に見えてきてうんざりだわ。もう帰ろうかな。ん？あー、上川くん？ちょっと上川くんじゃない？ほんとだ、来たの彼。どうも先生、ご無沙汰してます。いやー、上川くん、活躍は聞いてるよ。上川、俺わかる？上川くん、私はそんないっぺんに言われても。いやあ、もしかして君、小島さん？久しぶり。俺のこと覚えてる？もちろんよ、上川くん。すごいわね。あなたの会社大躍進じゃない。新聞でも何度か見かけたわ。大学生の身で会社を起こして、今や IT 関連企業ではトップの IT 長者だって。やめてよ。そう言われんの嫌なんだ。センスないよな、長者なんて。それよりも小島さん、ますます綺麗になったね。仕事も頑張ってるらしいじゃない。そんな上川くんに比べたらとても。いやー、大したもんだよ。なんだかんだ言っても女性には厳しいもんな、今の社会。そうなのよね。でもその分やりがいも。あれ、なんかこの顔。鈴木恭一です。毎度どうも。あのコンビニのバイトくん？ああ、鈴木くんだったの。なんだよ鈴木、毎度って。いや、私の住んでるマンションの下のコンビニで働いてるのよね。私たまーに寄ることがあって、それで。へえ、なんだそうだったのか。うん。俺ももしかして小島さんかなって思う時あったけど、自信なかったし。やだ、話しかけてくれたらよかったのに。全然わかんなかった、鈴木くんだなんて。てっきりずっと年下のフリーターの子だと思って。そうなんだよ、こいついい年して定職に就いたこともないんだよ。もう30だぜ。いい加減地に足をつけろよ。でもいいんだ、俺は。今の生活、自分では気に入ってるし。たく、いつまでも子供だよな。本当にまだ学生みたいな雰囲気。分け知り顔で偉そうに大人ぶるのも嫌だけど、30にもなってフリーターってのもちょっとね。それでは縁も竹縄ではございますが、この辺で一旦お開きと。ねえ、あれ誰？鈴木くん？嘘、あんななっちゃったの？本当はちょっと憧れてたんだけどな。他の男子より大人っぽく見えて、どうなるのかわかんないものね。二次会行く人？帰んなきゃ。子供預けてんのよね。どう小島さん、3人でゆっくり飲み直さない？君とは話も合いそうだし。そうね。俺はやめとくよ。持ち合わせないし。なんだよ、それぐらいおごるって。いや、酒もあんまり好きじゃないから。じゃあ。たく、愛想のないやつだな。よかった。私の私生活なんやかや言われるかとヒヤヒヤしたわ。でもこれからあのコンビニ行くの控えなきゃね。やっぱ知り合いに見られるのは嫌な感じだわ。しかしあいつもなかなか運が向かないよな。俺たち小学校からの腐れ縁だけど、俺は今じゃ成功して、片やあいつは無職のプー太郎。しかも中学の時父親蒸発して母子家庭だしさ。へえ、そうなんだ。でも無職ってアルバイトはしてるし。そんなの俺らの年じゃ無職同然だよ。小島さん、女性としてあんなやつと結婚したいって思う？それはちょっと。だろ？時々気になって様子見に行ってあげたりするんだけど、いつもあんな調子でさ、ほんと親友として心配になるよ。親友？上川くんと鈴木くんってそんなに仲良かったのか。上川くんは結構目立ちたがりで、鈴木くんは物静かなイメージだったけど。クラス委員やる。俺立候補。はーい、私は鈴木くんを推薦します。上川くんは鈴木くんにやたら張り合ってるって感じで、
鈴木くん成績も良くて女子に人気あったしな。で、小島さん、ズバリ聞くけど、今結婚考えてる相手はいるの？は？俺、独身主義じゃないしさ、結婚するなら対等でいられる女性がいいと思ってるんだ。例えば君みたいに一人で生き生きと自立して暮らしてる女性。ほんと言うと俺君に憧れてたんだぜ。多分鈴木のやつも。だから今日会うの楽しみに来たんだけど、予想以上だったよ。どうかな、結婚を前提に僕と付き合ってもらえないかな。結婚？もちろん仕事はずっと続けてほしい。家事なんかは人を雇えば済むことだし、子供ができてもお互いの仕事の支障にならないよう考えて育てよう。僕が目指してるのは欧米のように大人の男と女が結びつく結婚。日本のように家や子供を第一にするのは嫌なんだ。僕の生涯のパートナーに君ならなってもらえると思うんだが。生涯のパートナー？そうよ、それよ。対等に自立して支え合う。私が望んでたのはまさにそれなのよ。なんて理想的な相手なの？そうね、私もあなたなら最良のパートナーだと思うわ。喜んでお付き合いさせていただくわ。私の人生これで大勝ちよ。いらっしゃいませ。あ、こんばんは。いや、毎度どうも、小島さん。今日はね、新商品の弁当が入ってるんだよ。女性向きに繊維質豊富で素材にもこだわった。鈴木くん、上川くんに余計なこと言わないでね。しょっちゅうこんなお弁当とか買ってるのは仕事が忙しくて作ってる暇がないの。しょうがないだけなんだから、私のこと彼に変な風に言ったりとか。うちの弁当口に合わない？俺が仕入れ任されてんだけど。そういうことじゃ。美味しいわよ。美味しいからいつも利用してるんだもん。ほんと？それならよかった。小島さんが忙しいのはわかるよ。よく夜中に帰ってきてるの見てるし。余計なことなんか言わないよ。俺の仕入れてる弁当がそういう人に喜んでもらえてる方が嬉しいよ。上川と結婚するんだってね。おめでとう。あいつすごく嬉しそうに言ってたよ。鈴木も中学の頃君のことを意識してたと思うぜ。俺たちの結婚知ったらあいつショックかもな。おすすめのお弁当一つくれる？うん。時々さ、味の感想とか聞かせてくれないかな。感想？3分の1くらい俺の作ったのも入ってるんだ。そうなの？いつか俺食べ物屋やりたくてね。それも日本じゃなくてハワイで。ハワイ？気持ちいいよ、あそこは。空も海もスカッとして綺麗で。行ったことある？小島さん。まだないけど。ぜひ行ってごらんよ。楽しいよ、ほんと。俺海とか空眺めながら飯食うのが趣味で、思い立った時自由に動きたいからフリーターやってんだ。で、今まで最高感動したのがハワイ。マジですか、この人。ほんとおすすめ。新婚旅行でも行ってよ。ありがとうございました。中学の時は神秘的に見えたけど、実はただの変人だったのね。あれじゃホームレスまっしぐらかも。少しときめいた自分が悲しい。まあはじめまして、美里の母でございます。父親の小島巌です。はじめまして、上川と申します。本当に美里ったらこんな立派な方とお付き合いしてるなんて一言も言わないものですから、私ども心配しましてね。いや、しかしお若いのに大変なものだ。今や大企業と肩を並べる勢いで。美里さん、ほらぼやっとしてないでおビールお継ぎしなさい。本当にもう気の利かない子でお恥ずかしいですわ。出ました、久々のさん付け。人前だと気取ってそう呼ぶんだよな。それにしても2人とも本当に嬉しそう。やっぱり上川くんが大きな会社の社長だからよね。これが例えば鈴木くんなら大反対だろうな。まあさようでございますの。なんだかな、昔から見慣れてたけど
情けなくなってくるわ。あんなあからさまな親の姿なんて。いいご両親じゃないか。そう？典型的日本の夫婦って感じだよね。僕らが目指すタイプではないが。上川くんのご両親は？うちも普通だよ。父親は私立の大学教授で、母は専業主婦。たまに母は家で料理教室を開いてるけどね。へえ、どこが普通よ。そのうち合わせるよ。君ならきっと気に入ってもらえるから。ええ。この店は僕の友人がオーナーなんだよ。この前は仕事関係でアメリカの M 社の社長と来たな。そうだ、今度君に会わせたい人たちがいるんだ。驚くよ。そうそうたるメンバーだからね。ああ、君、いつものあれ頼むよ。かしこまりました。あれって言わないと他の一般客までずうずうしく注文してくるからね。変ね。なんだか疲れる。この人の話題っていつの間にか自分の自慢になってるし。こういう関係、隙のないファッション。いや、上川です。いつもどうも。いつ訪ねてもきちんと片付いたマンションの部屋。すべてはきっと自分を飾るためだけのものなのね。多分、私のことも。それじゃあおやすみ。時間が取れたらまた連絡するよ。私の部屋には来たいとも言わない。気を使ってるんじゃなくて興味もないんだろう。どんな男も似たり寄ったりか。でも私のこと自分のもの扱いしないだけマシよね。尊重だってしてくれるし。そうよ、一生支え合うパートナーとしてなら十分な。はい、もしもし。ああ、お母さん？え？お父さんが脳梗塞で倒れた？お母さん、いい加減もう泣いててもしょうがないじゃない。しっかりしなくちゃ。だって体に麻痺が残るのよ。言葉もあれじゃもう仕事にも行けないし。どうなるのよ、これから一体。どうやって生きていけば。大丈夫よ。障害者年金とかもあるらしいし、貯金だってあるじゃない。お父さんだってリハビリすれば少しずつ回復するって医者も。でも自分の親ながらほんと嫌になる。我が身を嘆くばかりでちっとも頼りにならないんだから。そりゃ不安なのはわかるわよ。家のローンもまだ少し残ってるし。でも退職金だって出るはずだし、もっと前向きに考えてほしいわ。本当に問題よね、お母さんは。こんな依存体質の人間がお父さん抱えてやってけるわけないもの。参ったなあ。しばらく東京と往復の生活か。うちの会社が倒産？ 6 時のニュースです。今日の朝突然の情報に、フミヤ本社では社員一同が放心状態の。びっくりしたね、このニュース。私ら子供の時からここのお菓子を。そんなバカな。悪いけど君との結婚はなかったことにしたいんだ。君の会社が倒産したからってそんなことを理由にするほど僕は器の小さい人間じゃないよ。実は君が実家に帰ってる間連絡が取れなくて、もしや何かあったんじゃと心配になってね。悪いとは思ったけど管理人に頼んでマンションの部屋に入らせてもらったんだ。君とはとても一緒に暮らせそうにないよ。さよなら。どうしよう。これからどうやって生きていこう。もう私30よ。今から新しい仕事探してまた一からキャリア積んで。でもその仕事をまた失ったら、その上あの親を抱えて。怖いよ私。そんなの無理よ。ダメよ。どうなるのよ、これから一体。どうやって生きていけば。同じなんだ。私お母さんと同じだ。
自立なんてできてなかったんだ。お父さんに、結婚に依存してたお母さん、会社に依存してた私。お母さんも私も安定を求めてただけなんだ。つまずかないで生きていける人生をこの部屋見られたのか。そりゃ誰だって嫌になるわよね。自分でも呆れるもの。いっそこのままゴミに埋もれて死んじゃおうかな。小島さん、いるんだろ？鈴木だけど、小島さん。何？あ。何か用？すごい部屋でしょ。上川くんから聞いてんじゃない？だから心配になって。心配？掃除しようよ。手伝うよ俺。ちょっとやめてよ。そんなの業者に頼むから。でもかなりお金かかるし、もったいないよ。自分でやればタダだしさ。よく平気よね。呆れるでしょ、女がこんなありさまで。でもしょうがない時もあるんじゃない？俺の母親も一時こんな状態だったしさ。鈴木くんのお母さん？中学の時、父親が女の人と蒸発してすっかり何もかもやる気なくしてね。何年か生活保護受けて暮らしてたけど、ひどかったよ。家ん中ここより何倍も。ゴミって溜まれば溜まるほどもうどうでもいいって気になるんだよな。俺もそんな状態に慣れてたけど、中学の時君がハンカチ貸してくれたんだ。ハンカチ？鈴木くん、よかったらこれ使って。私予備に2枚持ってるから。多分俺手洗ってそのまま服で拭おうとしてたと思う。それがパリッと海苔が効いてすごいいい匂いでさ。なんか俺自分がすごく嫌になったんだよね。それから家のこと自分でやるようになって、母親もそんな俺見てだんだん元気取り戻して働くようになって、まあいわば君は俺らの恩人。今日は恩返しかな。私はそんなお母さんみたいに大変な状態とかじゃなかった。ただなんとなくいつの間にかこんなことになってて、だらしないのよ。それだけなのよ、私は。いいんじゃない？別に自分でそうやって分かってんならなんとかしようって気にもなるしさ。気づかなかったらそのままってだけででも別に凶悪犯罪とかやってるわけじゃないんだぜ。ゴミ袋もっと買ってくる。軍手とかマスクも拭き掃除用の洗剤も。ありがとう。来てくれて。助けに来てくれて本当にありがとう。はい、よろしくお願いします。パート？来週から行くことにしたわ。生命保険のセールスレディ。どういう心境の変化よ。年金でも十分やったけんじゃないの？まあね。でもこの先、もし私まで倒れたら頼りになるのはお金でしょ。それに介護にもピンからキリまであるしね。少しでもお父さんが気持ちよく暮らせるようにしてあげたいわけ。お母さんだって、お父さんがね、あのお父さんが涙流して私にありがとうって言うの。おしめ変えたりご飯食べさせたり、ちょっと体のかゆいとこかいてあげるだけですまなそうに小さくなるの。なんだかね、哀れなんだけど嬉しくてね、やる気が湧いてくるっていうか。だけど、ああいう体になったことを喜んでるんじゃないのよ。ちゃんとリハビリで良くなってきてるんだし。ただ私のことを認められてるんだって、そのことがね。わかる。はい、今行くわね。だからお前も心配しないでいいからね。仕事も見つかったんでしょ。頑張んなさいね。ありがとう。お待たせお父さん、喉乾いた？
信じられない。あのお母さんがこんな風になるなんて。経済的なことは全部お父さんにおんぶしてたのに。でも、そうよね。人生なんてどう転ぶかわからないんだ。両親に愛情なんてないと思ってたけど、知らないうちに生まれてたかもしれない。そう。愛情。そんな言葉すら私も。今まで思うことなかったもの。おー、うまそう。小島さんの料理俺好きだな。うまいよ。本当？やったことなかったし、ほんと首っ引きなんだよ。でも結構料理は好きみたいで私もびっくり。今まで家事なんて全部女の義務っていうか、誰に見られても恥ずかしくないようにっていう強迫観念みたいなのがあったけど、言い訳じみてるけど、そのせいで手をつけらんなかったりとか。でもこういうのって自分が楽しく気持ちよく暮らすためなんだね。見栄とかじゃなくて自分や家族のためっていうか。そうよ。主婦業も侮っちゃいけないのよ。なんていう割に掃除の方は今一つなんですが。いやー、全然平気。これぐらい居心地いいよ、小島さんち。そろそろハワイで飯食いてー。何よそれ、どうしてそうなんのよ。だってほんと最高気分いいんだぜ。小島さんも行けばわかるよ。そうね。歩いてみればわかるわね。行きたいな。がむしゃらに一直線に走らなくても、鈴木くんと一緒にハワイでお店やるとき。ダメ？スキップしたり寄り道したり、転んだって立ち上がればいい。最高！きっと毎日は楽しい。